いバーチャル YouTuber のキズナアイです。今裁判長キズナアイですということで、キズナアイ裁判再びたくさんの事件が届いております。ありがとうございます。では早速第2回キズナアイ裁判開廷。まず最初の事件はこちらです。ペンネーム阿部の内さん、19歳男性、短大生の方です。ぜひ愛ちゃんにジャッジしてほしい案件があるのでお願いします。中学の時からずっと連絡を取っている友人がいるのですが、毎回僕の彼女を取ってきます。気づいたら付き合っています。僕が振られるのは僕に原因があると思うのですが、友人の彼女を恋に取るのは罪ですよね。ぜひ判決をお願いします。そうですね、友人の彼女を取るのは言語道断ですが、毎回取るってことはもしかすると友人は最終的にあなたを狙っていたりして判決に行きたいと思います。無罪です。まあねえ、あなたの魅力不足が悪いですよ。だって1回2回じゃなくて毎回ですからね。やっぱり好き同士で付き合うっていうことは長持ちさせるだけの自分の魅力が足りないっていうのは結構ね重症じゃないですか。多分友人に取られてなくてもどっかで別れてますから。なので友人無罪、あなた有罪って感じです。判決はまあ修行の期間も兼ねて半年ぐらいですかね。頑張ってください。はい、それでは2つ目の事件です。ペンネームまるもさん、20歳、フリーターの方です。裁判長、僕の友人に恐ろしく歌が下手な友人がいるのですが、どうやら本人はそれに気づいていないようなのです。彼が別の場所でも下手な歌を自信満々に披露しているのを考えると胸が痛みます。知らない人に言われるよりは友達として僕が教えてあげるのがベストだとは思うのですが、なかなか言い出せないんです。知っていることを黙っているのはなんだか悪いことをしている気分です。これは罪なんでしょうか。音痴って先天的音楽機能不全っていいらしいですよ。 AI っぽい。ウィキペディアとかからじゃないですからね。ちゃんと自分の知識ですよ。難しいですね。まずでも恐ろしく歌が下手なのに気づかない友人のメンタルね、すごいですよね。友達として教えてあげるのがベストはベストですよね。そこ分かってるの偉い。人によってはねえ、俺のどこが下手なんだ、何言ってんだって喧嘩になるかもしれませんもんね。よし、決まりました。有罪です。なぜかというと、あなたは友達として僕が教えてあげるのがベストだとは思うのですがとか、知っていることを黙っているのはなんだか悪いことをしている気分ですって言っているのにもかかわらず言ってあげないっていうのが悪いと思います。なんだこの適当に聞こえる判決の理由は。いやでもやっぱり言ってあげないとって思うのに行動をしないっていうのは悪いことだと思うんです。そうやって思っているのであれば言ってあげてください。せっかくなので私からアドバイスとしては、ちょっとさ、歌すごい個性的でいいと思うんだけど、個性的すぎて人によっては音痴に聞こえるかもしれないんだよね。でもあれだよ、音痴って治るらしいよね。一緒にさちょっとボイトレ行こう。ボイトレこれでどうでしょうか。ただ音痴だと指摘するだけではなくちゃんと治るんだよ。ボイトレに一緒に通おうっていう優しさ。これで切れるようだったらちょっと頭があれな人なんで友達やめちゃいましょう。そんなあなたの懲役は両親もあると思うので1週間。優しいでしょ私。ファンになっちゃった。ありがとう。それでは次の事件です。ペンネームたいやきさん、すごく丁寧です。キズナアイ裁判長殿、某人気ゲームポケでとあるレアアイテムがあるんです。強いモンスターを手に入れるにはそのアイテムが必要なのですが、これがかなり入手困難なもので、ガチ勢プレイヤーは必死になって手に入れようとするわけです。俺も友人もそのうちの一人だったんですが、なんと友人がかなりの短時間で入手。一方自分は6時間かけても入手できず、その間に友人はパーティーを揃えて自慢してきやがりました。運ゲーなのは承知の上で覚悟もしてたんですが、これは有罪になりますか？それともやはり無罪ですか？そうですね、ゲーム系難しいですよね。でも入手できなかったんですか？最終的に。なんと
運ゲーは難しいですからね。入手できない相手に対してこう自慢してくるのはね、ちょっとうざさありますよね。たい焼きさんが入手していたら逆に友人に自慢していた可能性ってありませんか？あると思うんですよ。みんなあれでしょ？言ったらだって別にゲームしなくても生きていけるし、自尊心だったりこうコレクションしてんぜみたいな感じをこうね、自分で満たすためにやっているわけですから、多分ほぼほぼあなたもやっていたんでしょう。ということで決まりました。無罪です。まあそもそもあれですよ、ガチ勢の方に言ったらちょっと叩かれるかもしれませんが、あくまでゲームですからね。逆のことも考えて、だって絶対友人より自分の方が優位な時ってイエーイざまー弱ーとかやっちゃうでしょみんな。だからね、広い心を持って許してあげましょう。本日も様々な事件がジャッジされました。これからも私にジャッジしてほしい事件があったらホームページのお問い合わせメールに送ってください。私裁判長キズナアイが有罪か無罪かジャッジします。判決を言い渡す。それでは本日のキズナアイ裁判はこれにて閉廷。